こんにちは、まるみです。今日は愛車のシエンタにラケッジボードを作ったので、作り方の説明をしようと思います。まずはバックドアのくぼみに合わせて型紙を作ります。今回は車内のカーブに合わせて作るというより、ざっくりと形を合わせて作ります。コピー用紙を当ててなんとなくのサイズ感を見ながらハサミで切って微調整します。加工がしやすいので段ボールではなくコピー用紙にしました。車に合わせてみて問題がなければ完成です。ネジを入れられる場所が傘は3箇所あるんですけど、ここにテーブル作っちゃうと低いし、ここにテーブル作ると高いので、この間ぐらいのここにテーブル作るように設計します。ここに板をはめ込んで高さを出して上に置くっていう感じになりそうです。今 1800×450 の板を買ってきて、車の横幅に合わせて1255にカットしてもらったのと、これが 45×8 にカットしてもらったので、こんな感じでセットする予定です。今この状態だとこんな感じなんですが、ここを斜めに切ることでこっち側までね持ってきて、もうちょっと手前に持ってこれます。角っこをさっき作った紙のガイドに合わせて線を引きます。引けた。反対も引きます。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。あとは角をヤスリで削るのと、この横の取り付け部分を作ります。車に固定する板はテーブルのここの幅に合わせます。つやつやつるつる。いい感じいい感じ。なんとか両方貫通しました。ここに挟み込む輪っかみたいなの買ったんですけど、このネジが板を貫通することはなさそうなので、このまま取り付けます。今回10センチのネジを使ったからすごい奥まで入れるのが大変。もうちょっと短くても問題なさそうです。よし、これでずれることなくはまりました。取り付け完成しました。このままだと滑ってっちゃうので、こっちの板と上の板の間にベリベリみたいなのを貼っつけて動かないように固定します。しっかり貼り付いたので、上にペリってやったらテープがもしかしたら剥がれるかもだけど、こっちのズレや横のズレは大丈夫です。
今上は何も塗ってないので、ちょっとこのまま楽しんで汚れてきたらオイルステイン塗ったりとかニス塗ったりして塗装しようと思います。とりあえずはこれで OK。 このスペースにスパイスラックとかちょっとした棚でも作ろうかなと思います。それはまた後日。実は今日ナチュガールの春のイベントのキャンプに参加してて、ちょっとね今日はみんなで飲んでベロベロまでいかないけど結構ほろ酔い状態なので、酔い覚ましにちょっと車内でまったりして寝ようと思います。なのでせっかくのこのテーブルを使ってくつろぎます。今回初めてこのラケッジボード作ってから使うから楽しみ。この壁側に絶妙に隙間があるので、こういったコンセントをこっち側から通すことができます。いいね。今日は蜂蜜紅茶。いかがでしたでしょうか。思ったより簡単に作れて、高さもシエンタファンベース使ってる人向きなんですが、一番高いところにするよりも真ん中のところで板を出した方がちょうど料理しやすい高さで、自分で作っといてなんですが、すごい自分を褒めてあげたいいやー頑張って作った甲斐がありました。すごいね快適で、ちょっと体重をかけすぎるとここマジックテープなんでバーンってなったりバキってなったら困るんで、そんながっつり体重はかけられないんですけど、こういう飲み物を入れたりとか料理したりとか、それぐらいだったら全然問題ないと思います。いやちょっとね熱いお茶は酔いが冷めていいですね。ということで今日は初めてラケッジボードを作ってみて、思ったよりそんなに難しくないし、作ってみてよかったなって思うのと、ただ飲み物入れただけでも本当に嬉しくて、早く車中泊に行きたくなりますね。これで海辺とかで後ろのドア開けて海を見ながらご飯食べたりとか、シエンタファンベース使ってる方とか、あとはこういう車にネジが打てる人で、こういうラケッジボード、テーブルを作りたいなっていう人はぜひ参考になったら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この日はナチュガールのイベントに参加してきました。皆さんいろんなテントやキャンピングカーなどを展示してます。私のサイトはこんな感じ。お手製のキャンドルの販売もしてきました。ゆるキャン聖地ということで、ゆるキャン仕様の車も。みんなでキャンプファイヤーをして楽しんだり。おーすごいすごい、あったかあったか。憧れのバックドアを開けてモーニングを楽しみました。おしまい。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。